おはようございます。私は今、トリップの中の2日目、いや3日目、5日トリップの3日目なんですけれど、なんか朝今ホテルで、今日の午後のピックアップで、昨日の夜ちょっと遅く着いたんですけれど、朝、さっき目覚ましもかけずにゆっくり起きて、で、なんか今他の人の YouTube とか見ながら、なんか朝まだもうちょっとゆっくりしようかなと思ってます。ちょうどね、最近また違う本も読み始めて、今読んでるのは、これ、角田光代さんという方の8日目のセミかな。なんかちょっとハラハラする内容なんですよ、今のところ読んでる内容が。なんかこの前一つ前に読んでたのが、小川糸さんという方の、食堂カタツムリっていう本を読んでました。小説なんで私がいつも読んでいる吉本ばななさんの作品とかじゃなくて、なんかね、多分日本にいた時にたまたま何の本買おうかなと思って、小説の多分ランキングかなんかで新潮文庫の100冊じゃないかな多分農家のタイミングで見つけて、じゃあちょっと読んでみようってことで読んでみたんですよね。私は今この8日目のセミかな、角田光代さんのこの彼女の作品も私初めてで、この前の小川糸さんっていう方のも初めて読んでみました。すごく食堂カタツムリすごい良かったです。なんかすごい料理のことに対してめちゃめちゃ詳しく、なんか私が簡単に想像できるように描写されていて、それがとっても良かったです。なんか私には到底かなわない料理のあれですけど、腕がないから。でもなんかその読んでるだけですごい楽しかったです。ね、今読んでるのはちょっとなんて言うんだろうな、なんかいつも私が読む吉本ばなの作品みたいにちょっと心を落ち着かせるっていうよりも、なんか映画もすごい映画読んでるみたい。ちょっとハラハラしながら読んでます今これは。で、あとでもうちょっと、今何時だかな、12時とかなので、もう1時間ぐらい小1時間ぐらい時間あるので、もう少し読書したり YouTube 見たり、ちょっと今人のなんか YouTube とか見てたので、ちょっともうちょっと本を進めようかなと思います。今準備終わりました。制服になりました。で、今日はどんな動画を撮ろうと思ったかというと、ただWhat's in my bag の動画を撮ろうと思って、私の普段持ち歩いているクルーバッグの中身をちょっとご紹介しようと思ってビデオを撮ってます。結構前からすごいコメントで What's in my bag をやってくださいっていうコメントかなりたくさんいただいてて、私もいつかと思って結局こんなに日にちが経ってしまいましたが、お待たせしました。コメントくださった皆様、今日バッグの中身、クルーバッグの中身を簡単にご紹介します。ちなみに私がこれ持っているクルーバッグはトラベルプロという、ちょっと見えないかな、たらん、あれダメだ、光が強すぎちゃって。トラベルプロ、どこに書いてある？書いてあった。トラベルプロというところのカバンを使っています。このカバンすごい多分日本ではね、もしかしたら売ってないかもしれないんですけれど、すごいね、クルーがアメリカのクルーがよく使ってるブランドですごく便利なんですよ。多分クルーのために開発されたブランドで、ブランドっていうかそのデザインが多くて、クルーシリーズみたいな感じですごいね、本当に便利なんですよ。ポケットというかいろんなね仕切りがたくさんあって、横にもポケットついてて、ここにも収納があって、でさらにこの後ろにもなんか秘密スペースみたいなの何も入ってないけどあって、でもちろんこのスーツケースの取っ手に通るようになってたりとか、さらにこの肩にもかけられるようになったりとかして、すごい便利です。めちゃ便利。これを使ってます。で、このクルータグつけてます。で、このクルータグをつける理由っていうのがあって、私たちの航空会社の場合、前の会社もそうだったんですけど、基本的にクルーの、身の回り品とかクルーバッグとかは基本的にお客様が入れる同じオーバーヘッドビンに私たちも入れるので、なのでこうやってクルーとかちゃんとつけていないと、私のもうクラスメートもすでに何回かあったんですけれど、お客様が間違えて黒のね何もないやつだと、黒のスーツケースとかカバン持ってるお客様だと間違えて自分のと持っていっちゃって、そのまま気づいて目的地に着いたら私たちのカバンが、その黒のカバンがなくなってるっていうことが今まであったりとかしたんですよ。私のクラスメートにあったりとか、あとは一緒に飛んだパイロットからも聞きました。
結構何度かお客様が間違えて持ってっちゃってもそのまま本当に戻ってこないパターンもあるし、もう数日後に戻ってくるパターンもあればっていう感じなんですけれど、ただ本当にこの中に必要なものとかも入ってるので、基本的にそれはもうね、避けたくないので、自己防衛のために必ずクルーバッグってつけて、他の方と間違ってお客様が持ってかれないようにっていうのは私はしています。で、早速いきましょうか。何からしていこうかな。まず手前のポケットがこんな感じですごいね、小さい、見えるかな、収納がたくさん入ってるんですよ。なのでね、すごいね便利なんです。で、一番手前のねこのポケットには、今会社の ID がすごいごちゃごちゃだけど、会社の ID がまず入ってて、イヤホンと絡まっちゃった。会社の ID つけて入ってるんですけど、基本的にこの会社の ID は私は制服着た時はもう本当に首にかけちゃいます。で、ID の名前の部分とかはこの中に入れてしまうか、私有の時に出すようにしてます。この ID に私はちなみにフラッシュライト、見えるかな、フラッシュライトもつけてます。あとはなんかこの瓶のオープナーとか、瓶じゃなくて缶のオープナーとかも入ってますね。そう、この中に ID とかフライトアテンダントの免許とか、あとはアメリカではノンクルーメンバーって言ってこういうものがあるんですけど、事前に手荷物検査場が専用のクルー専用のレーンっていうのがあってあるんですけど、そういうのが結構こう液体物が自由っていうか、なんていうんだろうな、普通のお客様と違って普通の働いてるクルーの場合は液体物が持ち運べるっていうか持ち込めるので、いつもね自分の ID っていうか自分専用のノンクルメンバーっていう KCM って言われるんですけど、その ID を持ち歩きます。で、ちょっとこれ分からなくなるから別なところに置きましょう。どんどん。さらにこれはイヤホン、iPhone のイヤホンでしょ。で、あとこれかな、これは本当にどっかでもらったちっちゃいポットに詰め替えてるんですけど、ハンドクリームをここに入れ替えてます。こうやってトレーダー・ジョーズのハンドクリームなんですけど、すごいね、瓶っていうかその本体自体は結構ちょっと大きくって、でこれすごい伸びがいいんですよ。すごい伸びるの。だからあんまりその大きな瓶を持ち歩かなくても、ちっちゃいこの小瓶だけで割と結構長く持つので、結構サイズもねこの方がちっちゃくて済むし、場所取らないし、これ使ってます。で、なんかハンドクリームはこういうので、私たち本当に何回も1日に手を洗うので、手はやっぱ乾燥するんですよね。なので必ずこういうハンドクリームは持ち歩いてます。あとはなんかこういう、私の航空会社ではお子様にお子様の時とか、お子様が乗られた時とかにちょっとねフライトアテンダントと同じようなウィングピンをねプレゼントしてるんです。プラスチックの。時間がねない時もあるのでなかなかできない時もあるんですけど、お客様が乗られてねすごい時間がある時はこれ差し上げたりとかするので、私も結構持ち歩いて思い出した時にこうお渡ししてます。で、ここねちなみにこの中にこういうなんていうんだろうな、キーホルダーをつけるところがついてるんです、このバッグ。なので私はここに自分の鍵、自宅の鍵、シティバイクのあれもあるけど、メンバーシップもあるけど、これをつけてます。こうするとねポケットの中にいちいち探さなくても済むので、すごいこれ便利です。で、この次はそこに入ってるのはこれかな、この2つ。こっちは、ハンドサニタイザー、ホルフーズマーケットかなんかで買ったんですけど、これなんかねハンドサニタイザーなんですけど、これもちょっとした時にこう手をきれいにするのにハンドサニタイザー使ってます。これなんかちょっとね匂いがペパーミントとシトラスの匂いで、なんかねいい匂いがします。で、これはなんかバス&ボディワークスで買ったスプレーなんですけど、例えばなんか自分の例えばメインキャビン担当だったりとかして、自分のちょっとねお化粧室があんまりちょっと匂いがねあんまりよろしくないというか、ちょっとっていう時はなるべくちょっとこういうので自分でこれ専用な、もうそれに専用にしちゃってるんですけど、私は別の香水使ってるので、これはそういう時にちょっと空間をちょっとリフレッシュする時に使ってます。で、あとは予備のミンティア必要ですよね、やっぱね持ってて、あとなんかこういうモバイルバッテリー、緊急でちょっとどうしても電源が取れなくて、でも携帯充電しなきゃいけない時はこれ使ってます。で、あとは携帯の充電器で
ですね。 iPhone の充電器と、あとなんかこういうホテルでいただいたアメニティのクリームなんですけど、こういうのは私手じゃなくって割と腕とか体塗るときはこれ結構こういうの使ってます。なんかね結構匂いもこれとか割とね匂いがいいんですよ。なんかあんまりねこうなんつうんだろうな、芳香剤じゃなくてなんかこう香料が入ってない感じの匂いがしてて好きです、こういうの。なのでいつも持ち歩いてます。あとはやっぱりねペン私たちやっぱり使うので必ず持ち歩かなきゃいけない、アイテムの一つにペンがあるのでペンを使ってます。ペン実際に前の会社は私の場合は日本によく飛んでたので、日本は税関申告書っていうのが必ず入国には日本人のお客さんでも税関申告書をご記入いただくのがルールなので必ずこう使ってたんですけど、今はね私の会社は基本的に飛ぶのは、国内とカナダだけなので、カナダも結構なんつうんだろうな、キオスクみたいななんかこう自動の機械でやるのになったので記入がもう不要になったんですけれど、でも一応ペンは予備のために一応何本か持ち歩いてます。なんかこういうホテルのペンとかをいつもね持ち歩いてます。でこのちっちゃいポケットには私は基本的にパスポートを持ち歩いてます。このパスポートは必ずアメリカの多分国外者は全員共通だと思うんですけれど、もうすごいちょっと汚いんですけれど、パスポートを持ち歩くのが基本的な条件になります。パスポートと、私みたいな外国人の場合はアメリカへの入国が必要なちょっとお見せできないんですけど、グリーンカード、私はグリーンカードを持ってるのでグリーンカードを持ち歩きます。このパスポートと一緒に。私の場合はそれに加えて、一応なんか他の外で病院とかもしかしたら怪我するかもしれないので、一応その保険証、会社で入っている保険証のカードも一応ここに入れてます。なんかこのなんつうんだろうな、パスポートのこういうポケットのところに入れてます。これを持ち歩いて必ずこのポケットに入れても取り出さないです。カナダに入国するときはこれ使います。でももうカナダに入国しなくても必ず私持ち歩かなきゃいけないです。あとはカナダのなんかねキャッシュをねこういうジップロックに入れてます。基本的にカードしか持って先使わないんですけど、もしかしてねこの間行ったモントリオール、例えばちょっとしたこう地元のベーカリーとかがキャッシュオンリーだったりするので、そういう時はもうこういうね、本当に10ドルとか10ドルちょっとしかないんですけれど、そういう時のために一応なんかキャッシュをここに入れてます。あとそれぐらいかな。ここはあとなんかちっちゃいこうメモとペン、なんかあった時にちょっと記入できるようにホテルのちょっとメモもらって、あとなんか魚眼レンズが入ってるなんか撮る時にこう広く広角レンズみたいなの、あとこういうハンドサニタイザーですね。バス&ボディワークスで買ったんですけど、ハンドサニタイザーは本当によく使うのでここ必ずね入れてます、カバンの中に。あとは私は香水をいい匂い香水をこういうちっちゃいなんていうんだろうな、アドマイザーっていうのかなに詰め替えて持っててます。そんなにたくさん振りかけるわけじゃないんですけど、ちょっとだけつけるので毎日なのでこういうの入れてて、あとこういうのこれはなんか前なんかちっちゃいジップロック買ってここにバンドエイドとこれはなんていうんだろうな、ちょっと歯に物が詰まっちゃったっていう時のためになんていうんだっけ、このフロスみたいな歯間ブラシみたいなのを必ず入れてます。これがこのちっちゃいポケット以上です。でこの次がまたね書類が入るようなスペースになってるんですよ。なのでこの書類の中身はこれはなんかね100均で日本の多分ダイソーで買いました。こう書類入れるオーガナイザーみたいなんですけど、なんかここにねあんま使わないけど時々使う付箋、これはなんか友達にもらったんですけど、あとはね私の会社で言うと、私はリージョナルの航空会社で働いてるので小型機なので、必ずこういうねフォームって言ってゾーンカウントフォームって言って人数を乗客の皆様の人数を私たち確認しなきゃいけないんですよ。でどこのゾーンに何名のお客様が座られてるかによって小型機の場合は特に乗客の皆様の座席の配置のバランスと、あとカーゴお荷物の下に入れてるカーゴのバランスと燃料のバランスがすっごい大切なんですよ。これが狂うと大事故につながることが、過去にも何回かあったので私の乗務してる時じゃなくてこうトレーニング中にね教わったんですよ。このバランス崩すと
テイクオフと離陸と着陸が失敗するよっていう話があったので、これはね本当に安全上必要なものなので、必ずこれを何十枚も持ち歩いてます。このパッケージをね何個かセットで、これはなくなって必ず持ち歩かないといけないので持ち歩いてて、あとはねこれはそうゾーンカウトフォームとなんかやっぱメモが入ったりとか感じかな。あとなんかちょっと会社の書類なんですけど、ちょっとね詳しくお見せできないんですけど、そういう会社で必要な簡単な書類とかをここに入れてます。であとはねここはもうそれ以上かな日本のポケットティッシュが入ってた。あと手前にねまたさらにまた裏返すとこっちにもねまたポケットが入ってるんですけど、この中にあんま入ってないからですね。でついにこっちが今度はメインなコンパートメント。今何時かな、まだ大丈夫だった。メインのコンパートメント、こういう風になんかちょっとこれ開かないな、開いた。こういう風になってます。ちょっとねかなり私は結構割と大きめのものを買ったんですけど、今んとこそんなにねすごいパンパンには詰まってないんですよね。例えば入ってるのはこれはなんか日本の100均で買った保冷バッグを、ね、いつも持ち歩いてます。この中に例えばほら前多分ビデオでちょっとお話しした私が好きなコーヒーのクリーマー、ヘーゼルナッツのフレーバーのクリーマーが入ってて、これ本当はね Refrigerate after opening って書いてあるので解凍後開封後要冷蔵なんですけど、いつも忘れちゃうから思い出した時だけに冷蔵庫に入れたりしてます。ちょっと暑くなってきたから冷房つけます。ちょっと空調の音がうるさかったらごめんなさい。でその中にあとこれなんかこういうアイスで例えばなんかちょっとそんなに食事をたくさんトリップに持っていくことはないんですけど、例えば自分家からサラダ持ってきたい時とかなるべく冷やしておきたい時はこの中に氷入れてこの保冷バッグ、気休めなんですけどしたりしてます。あとはなぜか箸、なんかあった時に箸が入ってて、あとは簡単になんか小腹が空いた時に食べれるグラノーラバーとか、これは何かな、アップルシナモンのオートミールが入ってる朝食とか、なんか自分で簡単に部屋で済ましたい時に入れてます。これは終わりで、その次カーディガン入れてます。薄手のカーディガン、私が例えばデッドヘッドと飛んでる時とかにちょっとね寒いなって思った時に必ず機内は冷えるので自分で自分の身を守るように自己防衛で持ち歩いてます。私寒いのがちょっと苦手なのでなんかこうブルブルするのが風邪ひいちゃうしね苦手なので、なんかちょっと薄手に羽織れるようなカーディガンを持ち歩いてます。黒だったらなんかステイ先でも着れるので結構着てます。これかなり使ってます。であとは、本、今文庫本、さっき読んでた本とかをこの中に入れて、空港とかにね時間ある時、待機時間とか暇な時に読んだりしてます。あとは日本から持ってきた水筒、買ってきた水筒を、これ今は何も入ってないんですけど、例えば寒い時だったらコーヒー入れたりとか紅茶入れたりとか、あとはなんか冷たいもの入れとくのに、これすごいね良質な日本のすごい嬉しい、使ってますこれで。あとはなんか水が入ってる、水が2本も入ってた。であとはサングラス、これですね、よくステイ先でも着てるようなサングラス。これはなんか結構汚れてる。バンコクで買いました。昔バンコクの週末の行くチャトチャックマーケットっていうので行って、本当に多分100円か200円でした。ケースはどっかであった簡単なケースを入れてます。であとはこれはなんか簡単ななんかどっかでもらったポーチなんですけど、この中に私は例えば多いお茶の粉末のほうじ茶とか、私ほうじ茶好きなのでとか、あとはなんかこうホテルでもらった何個かあるかな、こういうイングリッシュブレックファストとかグリーンティーとかタゾの紅茶とかを自分で部屋で入れたい時のためとか、機内で飲みたい時に自分で入れてます。あとはね、簡単に小腹が空いた時のためにこういう日本から持ってきた春雨スープを何個かね 2,3 個ぐらい入れてます。なんかホテルでも疲れてでも夜ちょっと出かけたくないし、簡単にちょっと小腹を満たしたい時にこれ
すごい便利。味が優しくてすごい好きです。あとはね、すごいいろいろちっちゃいもの入ってる。こういうリコーラっていうリコーラって多分日本にも売ってますよね。のど飴をちょっと入れてます。喉が痛くなった時のために。あとはこれはこれはね、私の友達がくれたんですよ。ミルクティー買ってきて、この間ニューヨークで昔会った時に買ってきてくれた日本のミルクティー。これめっちゃ美味しいから、これ嬉しいからいつも持ち歩いてます。で、あとはね、どうかな。これ全部同じかな。これ皆さんこれご存知ですかね。これemergency って書いてあって、これビタミン C がすごい豊富に含まれてて、なんて言うんだろうな、ちょっと風邪ひいたかな、ちょっと来るなっていう時にこれを水に溶かしてガーって飲むんですよ。これ飲むだけですごい、なんて言うんだろうな、免疫力を高めるっていうのかな、復活させるのにね、すごくね、こう免疫が落ちた時に飲みます。ちょっと風邪ひきそうかなって思った時、引き始めにこれ飲みます。風邪薬よりも結構これ飲むこと多いです。薬よりも多分これだとね、そんなにカフェインフリー、グルテンフリー、ベジタリアン、ナチュラルスイートナーって書いてあるので、ちょっと甘いけどすごい美味しいってわけじゃないんですけれど、サプリメントこれ使ってます。時々アメリカで買いました。薬局で。これはね、結構ね大事です。私たちこうフライトしてて、いろんなねこう、気圧が低い中とか暖かいとか寒いとことかいたりして、結構体がね疲れたりするので、この絵は結構いつも多めに持ち歩いてます。この中は多分それかな、以上かな。それがこういう入ってます。なんかこういう簡単にこういう風に入れて、ポーチに入れて持ち歩いてます。あとこれなんか多分日本で買った日本の100均ダイソーとかで買ったポーチなんですけど、この中に何が入ってるかというと、油取り紙でしょ、無印で買った油取り紙。あとはね薬、自分の常備薬持ってます。何が入ってるかというと、オータイ酸とイブデラックス、頭痛薬とアレジオン、鼻の私アレルギー時々っていうか、アメリカ来てから1回も多分なってないかぐらいなんですけど、一応仕事中になったら嫌なので、これとビオフェルミン成長剤と、あとなんか総合風邪薬、なんかこれ全部なんつうの、瓶から出したので簡単にちょっとちっちゃく書いて、風邪薬1回何錠とか書いて、これに小分けに入れてます。あとはちょっと待ってくださいね。あとこれ3つ。1つはこのルーカスパポオインメントってご存知ですか？オーストラリアのものなんですけど、これなんつうんだろうな、ちょっと軟膏に近いのかな。例えばちょっとリップクリームにも使えるらしいんですけど、私は例えばね、ちょっとね手とかちょっと切り傷した時に寝る前にちょっと塗ったりとか、寝る時じゃなくてもちょっと切り傷があった時に塗るようにしてます。こういうとこ結構ね、回復がこれ塗ると早い気がします。なのでこのルカスパパオイメント、これ多分リップクリーム用のどうしちゃった、リップクリーム用の形になってる。でも私は結構指とかに使います。あともう一つ、これは鼻炎スプレーって書いてある。これ鼻炎のススってやるやつなんですけど、多分これ買ってからまだ1回も使ってない。でもこういうのね、一応必要なので。あとこれ喉の痛みのスプレーですね。私結構もともと小さい時から喉が腫れやすくて、喉をやられると高熱出るんですよね。でもアメリカ来てからまだなってないけど、でも一応ちょっと喉がやばいなって、乾燥してるかなって時にこう喉にかけますね。こういうものがこっちに入ってます。で、あとは私の会社は最近全部これがちょっと危ない、ペーパーマニュアルから iPhone に変わりました。 iPhone7 プラスかな、なんかが一人一人のフライトアテンダント支給されて、でこれで自分たちのマニュアルとアナウンスメントブックとかを全部これなんていうんだろう、これ各自持ち歩くようになりました。これはかなり変わりました。本当に今まで熱いペーパーマニュアルを毎回持ち歩いたので、アナウンスメントブックと。なのでね、これに変わってからすごい楽になりました。なのでこれがマニュアル必要なものですね。以上かな。あとなんかちょっとピーナッツ入ったけど、ピーナッツこれでね終わりなんです。もうこのカバンの中は全然、私すごいね、ポケットとかこういう手前に入ったりとか、こういう水を防水のものとかね、すごいねたくさんあるんですよ、ポケットが。こっち側にも
見えないけどあるんですけれど、私は結構賞味そんなに今たくさん入ってないんですよね。本当にこれを全部入れたらスカスカ、これ入れて、ちょっと閉じないけどこれ入れて、でマニュアルのデバイス入れて、でなんかこういうちょっとサプリメントとか紅茶とかと、あとこのなんか自分の常備薬とか入ってるポーチ入れて、で文庫本入れて、で水筒サングラス入れて、ちょっと雑だけどカーディガン入れたらもうこれでおしまい、こっちのスペースは。なので結構かなりね場所が余ってます。すごいね便利です。あとはこっちの横にね各またちっちゃいポケットがついてるんですけど、こっち何入ってるかな。会社のラビッシュコレクションというかゴミ回収に伺う時に、会社のゴミ袋が時々ねケータリングでこれが全くない時あるんですよ。でもないとちょっとね、ゴミ袋ないとちょっと回収には伺えないので、なかなか厳しいので、必ずちょっとケータリングが多い時に自分で一つだけ予備でカバンに入れて置いてます。もしなかった時のために使えるように。あとはこういうゴミ手袋もですね、手袋もちょっと何かあった時に必要なので、自分でポケットに少しだけ持つようにしてます。例えばこれ持ち歩くのはポケットなんつうんだろうな、ゴム手袋を使う入れておくのは、例えば私がメインキャビン担当でラガーディアからどっかすごい簡単すごい短いクイックターンっていうんですけど、私たちの場合例えばラガーディアからどこでもいいんですけど、どっかすごくね地方の空港とかちっちゃい空港に飛んだりすると、時々クリーナーの方があんまりもう簡単にファーストクラス掃除して、もうゴミちっちゃい床に落ちてるゴミと簡単に清掃してパパってもう清掃して、でもう次のお客さんも乗せなきゃいけない時があって、時々に簡単な清掃だと時々まだポケットの中にちょっとしたゴミが残ってたりするんですよ。でも私のキャビンだしちょっとそれは嫌なので、そういう時に簡単に自分でもクリーナーの方手伝えるようにゴム手袋持ってて、すぐ何かあった時に取ってゴミこうやって簡単に掃除できるように私もしてます。これ持ち歩いてます。そのためにこれ持ち歩いてます。以上かな。以上でこの私のクールバッグの中身紹介、これで以上です。すごい簡単ですね。意外になんか思ってたよりも簡単に終わりました。そう、これが以上中身です。この私のバッグもね今すごいお気に入りです。すごいお気に入りというか本当にたくさんポケットがあるので、なんかもっときっとオーガナイズの方法はあるのかもしれないんですけど、でも十分ポケットがたくさんあるので結構割と綺麗にいろいろと収まってて便利です。これが私のフライトバッグの紹介でした。ちなみにこれちゃんとここにもね足っていうかなんつうんだろうな、擦れないようについてるんですよ、こういう下の部分が。なのですごい便利です。はい、以上です。今なんだかんだもうまだまだあるけど時間、このバッグの紹介をしました。ちょっとね皆様の暇つぶしに見ていただけたら幸いです。こんな感じです。一つ取り忘れてました。私のカバンの他にいつも私がポケットに入れてるもの、財布とかないですよね、そういえばと思ったんで自分も私のポケットにいつも入れてるものちょっと簡単にご紹介します。これリップでしょ。あとこれリップだけど、リップなぜか2つ持ち歩いてます。これなんか日本で買ったリップフォンデュとかいうやつ。これすごいねつけてるとなかなかね乾燥しないんですよ。ずっと残る。だからサービス前とかにパッパッと塗って30分とかね平気で乾かない、唇が乾かないのですごいおすすめっていうかなんかでね見つけたんですよね。ちょっとテカるけど、でもなんかすごいネバつくって言ったらあんまり表現良くないんですけど、ちゃんと乾燥が早くないのですごいおすすめ。私はお気に入りで使ってます。あとは目薬、なんか日本の市販の目薬、私は結構目が乾燥して裸眼なんですけれど目薬さすのが好きなのでよくこれ目薬使ってます。あとはなんかハンカチですね。ハンカチとあとこの財布どこで買ったと思いますか？日本のダイソーでも LA に行った時に買ったんですけど LA のダイソーで買いました。なんかこのクルーを始めてから今まで結構長財布を使ったことが多かったんですけれど、
長財布で財布にカバンに入れてると、ちょっとね、あんまり私の防犯的にちょっと財布は身近なポケットに入れておきたいので、簡単にすごく薄めに入るもんね、これがめちゃめちゃおすすめというか私気に入ってます。勧めるわけではないんですけれど、めちゃめちゃ使い勝手が良くて、本当はもうちょっとね、また違う財布にもう変えたいんですけど、でもこれに勝るものがまだ見つからなくて、こんな薄くて簡単にカードとキャッシュとあとコインとか入れてるだけなので、すごいね、めっちゃ薄いんですよ。だからポケットに入れても全然存在感がないからすごいめっちゃ良くて使ってます。あとは携帯入れて、あとはミンティアかな、ミンティアが後ろのポケットに入ってる。あとこれペンがあって、これ私のいつものめっちゃライフセーバー、すごいライフセーバー。なんか名前が多分ポイシアンとかいう名前で書いてあるかな。これ何かというと、鼻がスースーする、こうやってやるんですよ。すごいね、おすすめです。これタイで買ったんですけど、私がもともとマレーシアに行った時、マレーシアに住んでた時によくバンコクとか遊びに行ったので、もうこれ大量買いして、まだ家にストックがまだあるけど、本当にこれないと私なんかちょっとあれどこ行ったってなるので、必ずこれ持ち歩いてます。ポーチにも1個予備で入ってるぐらいこれ使ってます。しかもこれすごいね、安いんですよ。多分1個ね100円はしないです、現地で買うと。ちょっと開けにくいけど、これ2つ使い方あって、下の部分がちょっと液体になってるんですよ。でこれ例えば何かというと、頭痛いなって思った時とか、例えばね、機内でも時々あるんですよ。私の場合時々何個ね、なんていうんだろうね、1日に何回も往復っていうか離着陸した時に時々ね、頭がちょっと頭が重いってなる時があって、これをこう塗るだけでスースーするんですよ。なんかこうすっきりする感じ。これ直接嗅いでもすごいんですけど、鼻炎の時とかこれ直接塗ると結構強いけどすごいスースーする。そう、あとは結構本当にこまめに私の精神安定のようにこれを嗅いでます。嗅いでほしいけど本当に匂いが伝わらないのがちょっと悔しいぐらい、これをめっちゃよく嗅いでます。多分日本にもこういうの売ってると思うんですよ。多分昔ドン・キホーテで見つけた気がする。アメリカだとビックスとかあるんですけど、これ私めちゃめちゃ使ってます。本当にこれお気に入りです。使ってます。これがちょっとね、そう以上かな。これをちょっとお伝えしたくて。あと何が入ってるかな。ポケットにさらにハンドサニタイザー入ってたかな。そんな感じです。ちょっと追加で撮りました。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた皆さん良い一日をお過ごしください。